今回は 2600K に Windows 95を入れるよ。それはむずそうなのだ。やってみないとわからないよ。ならやってみるのだ。今回使うパソコンはこれだよ。今回のパソコンは鳥類なのだ。猫科のやつは別の撮影中なんだよ。中身はこんな感じなのだ。いつも通りだよね。ケースに裏配線がないから仕方ないのだ。ですよね。前から見るとこんな感じなのだ。普通のフロッピードライブをつけてあるよ。その上がブルーレイとハードディスクだよ。なるほど。構成をまとめるとこんな感じだよ。じっくり見たい場合は一時停止するのだ。多分下の説明欄にも書いてあるよ。ちなみに Windows 95は USB を利用できないんだよ。それはとても不便なのだ。PS2 のキーボードとマウスが必要なんだけど、マザーボードにはコネクタが一つしかないんだよ。分岐ケーブルを使うといいらしいのだ。分岐ケーブルは使えないんだよ。それはなぜなのだ？回路や BIOS が対応してないと使えないんだよ。手抜きなのだ。仕方ないからマウスを PS2 接続にするよ。今でも売ってるエレコムの PS2 マウスだよ。キーボードはどうするのだ？ USB 接続のキーボードを使うよ。BIOS にリレートする機能があるんだよ。エミュレート機能？ USB キーボードを PS2 キーボードに見せかけるんだよ。それは便利な機能があるのだ。というわけで起動してみるよ。ポチッとなのだ。まずは BIOS の設定が必要なんだよ。デリートキーを押すと設定画面に入れるよ。画面が見づらいのだけど。BIOS 画面のエフェクトのせいだよ。なぜこんなデザインにしたのだ？そういう時代だったんだよ。キャプチャ画面に切り替えるのだ。CPU は Core i7-2600K と書いてあるよ。ちゃんと認識しているのだ。メモリは 8GB が2枚挿してあるので 16GB だよ。そんなに使えるのだ。全部は使えないよ。使える分だけ。それはいくつなのだ？まずは CPU の設定をするよ。コア数を1つに制限するんだよ。なぜコア数を減らすのだ？ Windows 9X はマルチ CPU に対応していないんだよ。だからシングルコアに設定した方が無難だよ。なるほど。ハイパースレッディングも無効にするよ。これも同じ理由だよ。 CPU の設定はこれだけなのだ。次はストレージの設定を確認するよ。 SATA コントローラーを AHCI モードにするよ。 Windows 95は AHCI に対応しているのだ。 BIOS の補助があるから MS-DOS でも使えるんだよ。 MS-DOS で使えるなら Windows 95でも動くんだよ。それはありがたい仕様なのだ。0番のポートがハードディスクだよ。この SSD なのだ。5インチレイのリムーバブルケースに入っているよ。これを使うと簡単にディスクが交換できるんだよ。これはとても便利なのだ。1番のポートがブルーレイドライブだよ。ここにつけてあるのだ。スリムタイプのものをマウンタに入れてあるよ。ノート用だからトレイの出し入れは手動だよ。何か入っているのだ。ついでに Windows 95のディスクに交換しておくよ。それが効率的なのだ。 Windows 95 OSR2.1 のディスクを入れるよ。 OSR2.1？ 2.0 から FAT32 に対応しているよ。2.1 から一部の USB デバイスも使えるよ。2.5 なら IE4 のインストーラが同梱されてるよ。それは便利そうなのだ。フロッピードライブも紹介しておくよ。このフロッピードライブなのだ。どこのご家庭にもある普通の3モードドライブだよ。 1.44MB と 1.2MB と 720KB が読み書きできるんだよ。とてもハイテクなのだ。接続には USB の変換基板を使ったよ。
最近のパソコンにはフロッピーのコネクタがないからね。持ってない場合は外付けドライブでも OK なのだ。最後は CSM の設定を確認するよ。 CSM？ コンパティビリティサポートモジュールの略語みたいだよ。それは何なのだ？レガシー BIOS との互換機能だよ。 CSM が無効だと UEFI 非対応の OS が動かないんだよ。とても重要そうなのだ。設定が完了したから保存して終了するよ。そろそろ作業を始めるのだ。Windows 95を入れるには MS-DOS が必要だよ。フロッピードライブに差し込むのだ。準備できたから電源を入れるよ。ポチッとな。ドカ爆発はしてないのだ。ン。洋式美だよ。なんかカタカタ鳴っているのだ。フロッピーから起動が始まったよ。 Windows 95と書いてあるのだ。Windows 95 OSR2 の中身の MS-DOS 7.1 だよ。なるほど。 Windows と MS-DOS の関係をまとめるとこんな感じだよ。MS-DOS 7.1 からは FAT32 に対応しているよ。この先はないのだ。 Windows Me で滅亡したんだよ。そいつはヘビーな話なのだ。 HCI モードで光学ドライブが使えるドライバーがあったよ。それは朗報なのだ。これがあるとインストールに CD が使えるよ。というわけで MS-DOS が起動したよ。相変わらず文字だけなのだ。 CUI だから基本的に文字だけだよ。とても不親切なのだ。設定ファイルはこんな感じだよ。謎の文字列なのだ。青いところがメモリマネージャだよ。メモリマネージャー？拡張メモリを使うためのドライバーだよ。これがないとメモリが 640KB しか使えないよ。かなり少ないのだ。ハンドル数を64個に制限してあるんだよ。搭載しているメモリの容量が多すぎるからね。この設定をしないとインストールを開始できなくなるよ。ふむふむ。黄色いところが C でドライバーだよ。HCI モードで光学ドライブを使えるよ。ISO 形式に限るけど DVD やブルーレイも読み込めるよ。それは便利なのだ。まずは F ディスクコマンドで C ドライブを確保するよ。なんか出たのだ。大容量ディスクをサポートするかと書いてあるよ。はいを選ぶと FAT32 のドライブが作れるよ。はいを選ぶのだ。メインのメニューが表示されたよ。1を選んで基本 MS-DOS 領域を作るよ。ディスク全体を割り当てるかと書いてあるよ。大きすぎるからいいえを選ぶよ。ドライブのチェック中なのだ。64GB になっているから 8GB くらいに変更するよ。32GB 以内ならお好みなサイズで構わないよ。これで C ドライブができたんだよ。準備完了なのだ。2番を選んで C ドライブをアクティブにするよ。アクティブにする？領域をアクティブにしないと起動できないよ。昔からの仕様だから仕方ないんだよ。不思議な仕様なのだ。それはともかく C ドライブをアクティブにしたよ。これで C ドライブを起動ドライブとして使えるよ。図にするとこんな感じだよ。これならわかりやすいのだ。ドライブを有効にするには再起動が必要だよ。リセットボタンかコントロールプラスオルトプラスデリートを押すのだ。再起動できたから C ドライブをフォーマットするよ。フォーマットコマンドでフォーマットできるよ。超加速。ボリュームラベルは適当でいいよ。フォーマットが完了したのだ。フォーマットできたからインストールを始めるよ。CD ドライブに移動するよ。CD の中身を見てみるよ。いろいろ入っているのだ。セットアップ EXE を実行するよ。リターンキーを押すと始まるよ。ディスクのチェック中なのだ。
インストール工程は通常と同じだから加速するよ。プロダクトキーは見せられないのだ。名前は適当に入れるよ。デバイスの検出中らしいのだ。ここで入れる項目を選べるよ。コンピュータ名は半角英数がいいよ。ファイルのコピー中らしいのだ。インストールの第一段階が完了したよ。画面を戻すのだ。フロッピーを取り出して完了ボタンを押すよ。自動で再起動されるのだ。フロッピーを抜いたからハードディスクから起動するよ。なんか出たのだけど、何らかのエラーで止まったみたいだね。文字は消していて読めないのだ。フォントを読み込む前に止まったみたいだね。読めないメッセージは役に立たないのだ。こんなこともあろうかと英語版も用意しておいたよ。それは用意がいいのだ。メモリが足りないから設定を見直せと書いてあるよ。メモリなら 16GB も指してあるのだ。多分逆にメモリが多すぎるんだよ。多いなら減らせばいいのだ。 8GB より少ないメモリは持ってないんだよ。なら片方抜いてみるのだ。 8GB にしても多分変わらないよ。ならどうすればいいのだ。メモリを制限する方法があるみたいだからやってみるよ。謎のエラー画面に戻ってきたのだ。リセットボタンを押して再起動するよ。再起動中なのだ。起動中のメッセージが出たら F8 キーを押すんだよ。起動メニューが表示されたのだ。6番のコマンドプロンプトオンにを選択するよ。コマンドプロンプトが起動したのだ。まずは MS-DOS の対策をするよ。コンフィグ指数を編集するんだよ。エディタが表示されたのだ。ハイメモ指数にパラメータを追加するよ。パラメータ？メモリハンドルを64個に制限しないと動かないんだよ。なんか既視感があるのだ。フロッピーの時と同じなんだよ。R なのだ。変更を保存してエディタを閉じるよ。上書きするのだ。次は Windows の対策をするよ。Windows フォルダのシステム INI を編集するんだよ。またエディタが開いたのだ。スクロールか検索機能を使って386円のセクションを探すよ。見つかったのだ。見つかったら新しい項目を追加するよ。MAX フィスページイコール2万と書くんだよ。これは何の意味があるのだ。使う物理メモリのサイズを制限するんだよ。それは便利な機能なのだ。2万だと 512MB までになるよ。3万の 768MB 以内が無難だよ。どうせたくさんあっても活用できないのだ。続いてブケイクのセクションを探すよ。検索機能を使った方が早いのだ。中身も見せた方が参考になると思うんだよ。見つかったのだ。見つかったら新しい項目を追加するよ。MAX ファイルキャッシュイコール65535と書くんだよ。これは何の意味があるのだ。ファイルキャッシュの最大サイズを指定するんだよ。指定しないと無限に確保しようとして止まるんだよ。かなりポンコツなのだ。メモリ 256MB 以上ならこれくらいと言われているよ。ちなみに最小サイズも指定する派もいるよ。いろいろあるのだ。保存してエディタを閉じるよ。これで正常に動くのだ。試してみないとわからないよ。再起動中なのだ。起動し始めたみたいだよ。また止まったのだけど、今度のは別のエラーみたいだね。近寄っても効果はないのだ。また英語版を用意しておいたよ。どういう意味なのだ。 iOS ドライバーが初期化できない的なことを書いてあるよ。よくわからないのだ。このエラーはよく見かけるやつじゃないかな。そうなのだ。多分 K62 の 350MHz 問題と同じやつだよ。それは何なのだ。
AMD の 350MHz 以上の CPU だと起動しない問題だよ。なぜそうなるのだ？整数演算の性能が高すぎるとなるらしいよ。計算速度を測定するときに0割が発生するんだとか。なるほど。というわけで当時の計6使いにはおなじみのエラーだね。ということは対策法があるのだ。マイクロソフトが修正パッチを配布してたよ。ならそれを入れるのだ。公式パッチだけだと今では不十分なんだよ。いたちごっこなのだ。別に競争はしてないんだよ。で、他の対策はないのだ。海外勢が作ったパッチがあったよ。これを使えば最新 CPU でも動くみたいだよ。それは良さそうなのだ。改造ツール系の外部リンクを貼ると AI が起こるんだよね。だから欲しい場合は自分で探してね。画面をよく見ればわかるのだ。パッチを使う準備をするよ。FIX95CPU、V3 のファイルが必要だよ。ZIP ファイルがあるからダウンロードするのだ。ダウンロードフォルダに保存するよ。保存できたからフォルダを開くよ。このファイルみたいなのだ。ZIP ファイルをどこかに解凍するよ。操作方法は環境によって違うんだよ。解凍できたみたいなのだ。5個のファイルが入っていたよ。この緑のフロッピーのアイコンが書き込みツールだよ。親切設計なのだ。残念ながらうちの環境では使えなかったよ。仕方ないから別のツールで書き込むよ。別のツール？ローライト for Windows だよ。ペンギンのアイコンが目印だよ。なぜペンギンなのだ？もともと Linux 用のツールだったからだよ。さっき解凍したイメージファイルを選択するよ。 FIX95CPU、IMA なのだ。ファイルを選んだら書き込みボタンを押すんだよ。ちなみに書き込みドライブを確認しないと事故るよ。それはとても危険なのだ。書き込みが完了したみたいだよ。何が書かれたか調べてみるよ。フロッピーを開くのだ。中身はこんな感じのファイルが入っているよ。MS-DOS の起動ディスクがベースみたいだね。いろいろ入っているのだ。この中に書き換えるファイルがあるみたいだよ。対策が必要なシステムファイルだね。ふむふむ。このバッチファイルを実行するみたいだよ。ファイルを上書きしてレジストリを取り込むみたいだね。だいたい把握したのだ。仕組みも分かったし、そろそろ実行してみるよ。これが書き込んだフロッピーだよ。フロッピードライブに差し込むよ。ポチッとな。起動するまでスキップするよ。なんか表示されたのだ。昔の Windows のロゴマークだね。アンシーシスとアスキーアートで描かれているよ。なんか書いてあるのだけど。Y キーを押すと説明が表示されるよ。それはいらないのだ。何かキーを押すと書き換えが始まるよ。フロッピーからコピーするからしばらくかかるんだよ。ファイルの書き換えが完了したよ。何かキーを押すと再起動するよ。早速試してみるのだ。再び起動しているところだよ。また止まったみたいなのだけど。なぜか日本語版だとダメなんだよね。英語版ならこの段階で起動するんだよ。それはなぜなのだ？いろいろ試した結果、コンフィグ室が原因みたいだよ。コンフィグ室が原因なのだ。 MS-DOS 用のメモリか日本語のドライバーが原因っぽいね。ならコンフィグ室を修正すれば動くのだ。犯人を探して書き換えたら多分動くと思うよ。でも
そろそろ日にちがやばいらしいよ。何の日にちがやばいのだ？画面の外の世界の事情だよ。クソ適当ウプ主不定期。というわけで、とりあえず隠すことにしたよ。コンフィグ指数を隠すのだ。そうだよ、ファイルをリネームして隠すんだよ。ren コマンドでファイル名を変更するよ。コンフィグ指数がなくても動くのだ。MS-DOS モードを使わないなら問題ないと思うよ。実際、英語版だと空っぽのファイルだからね。それは吉報なのだ。英語圏なら日本語ドライバーは必要ないからね。空きメモリもそこそこ余裕があるんだよ。なるほど。というわけで、名前をコンフィグオールドに変更したよ。これでコンフィグ指数が読み込まれなくなるよ。もう一度起動してみるのだ。再起動してるとこだよ。起動メニューが表示されたのだ。前に正常起動してないから起動メニューが出るよ。進んだみたいだけど画質がひどいのだ。カメラを MS-DOS の黒画面に合わせていたからね。キャプチャ画面に切り替えたのだ。処理速度を見てもらうために加速はしないよ。つまりリアルタイムなのだ。ユーザー名を入力するよ。パスワードは空にしておくよ。どうせ覗き放題なのだ。インストールの最終仕上げが始まるよ。タイムゾーンを選択できるよ。日本だからこのままでいいのだ。プリンターは使わないからキャンセルボタンを押すよ。セットアップが完了したのだ。 OK ボタンを押して再起動するよ。実にスムーズなのだ。というわけで再起動中だよ。これも加速していないのだ。無事に起動したみたいだよ。音はまだ鳴らないのだ。ドライバがないから音は鳴らないんだよ。システムのプロパティを見てみるよ。CPU は Pentium Pro で認識しているよ。そんな CPU だったのだ。 2600K も 686K の命令が動くから間違ってはいないよ。そうなのだ。メモリは 512MB になっているよ。 16GB 指してあるのだけど。動かないから容量制限したんだよ。そうだったのだ。次の準備があるからとりあえず閉じるよ。起動。 2600K が Windows 95を起動するタイムはわずか1万ミリ秒に過ぎない。では起動のプロセスをもう一度見てみよう。ここからだよ。起動したみたいだね。これはとても早いのだ。というわけで Windows 95の動作を検証してみるよ。レッツゴー。というわけでドライバーを入れようと思ったんだけどね。PCI Express に対応してないから何も認識してなかったよ。いろいろあるように見えるのだけど。BIOS で提供された最低限のレガシーデバイスしかないよ。マザーボードに PCI スロットがあったのだ。あれを使えばいいのだ。サウンドトランのボードを指したけど認識しなかったよ。壊れているのだ。マザーボードの PCI バスはブリッジ経由なんだよ。つまり PCI Express にぶら下がっているんだよ。話にならないのだ。当然ながら SATA コントローラーも認識してないんだよね。ならどうやって動いているのだ。 BIOS が古いディスクコントローラーを演じているんだよ。MS-DOS 通して Windows も使っているんだよ。それは便利な機能なのだ。動きはするけど代償があるんだよ。
それは何なのだ？ MS-DOS 互換モードでアクセスするから遅いんだよ。起動は十分早かった気がするのだ。 SSD だから早いけど本気は出してないんだよ。ところで CD ドライブも認識しているのだ。光学ドライブも MS-DOS のドライバで使えるよ。でも一つ難点があるんだよね。それは何なのだ？ MS-DOS 経由で CD を使うとファイル名が短くなるんだよ。どうして短くなるのだ？ロングファイルネームに対応していないからね。強制的に 8.3 形式に省略されるんだよ。それは難儀な仕様なのだ。ちなみに不便だから IE4 を統合しておいたよ。なんか見た目が変わったと思っていたのだ。解決策は次回考えるとしてハードの情報を見ておくよ。続くのだ。ハードウェアインフォ32が対応していたからこれを使うよ。なんか画面が狭いのだ。グラフィックドライバーがないから我慢するんだよ。なら仕方ないのだ。まずは CPU の情報を見てみるよ。ちゃんと 2600K を認識しているのだ。 CPU-ID から情報を取得してるからね。 OS を貫通して正しい情報が得られるんだよ。なるほど。この時代のプロセスルールは32ナノメートルらしいね。超極太麺なのだ。だから4コアで 95W も消費するんだよ。それはとても SDGs なのだ。ちなみに4コア8スレッドと認識しているよ。 CPU がそう申告してるだけだけどね。ハリコの虎なのだ。続いてマザーボードの情報を見てみるよ。アスロック G68 エクストリーム4と書いてあるよ。ちゃんと認識しているみたいなのだ。 SMBIOS でマザーボードから取得してるからね。 OS を貫通して正しい情報が得られるんだよ。なるほど。というわけでメモリも 16GB と書いてあるよ。絵に描いた餅なのだ。続いてグラフィックの情報を見てみるよ。グラボを挿してないから内蔵の HD3000 だよ。挿しても認識しないのだ。今は VGA 互換モードで動いているんだよ。なので 640×480 の16色になってるんだよ。それで狭くて色がおかしいのだ。メインのウィンドウで詳しい情報も見てみるよ。情報はいろいろと書いてあるんだけどね。どれもマザーボードの自己認識でしかないんだよね。実際は動作していないのだ。 SATA デバイスも空っぽだね。マザーボード上でも認識していないのだ。 CSM の機能で MS-DOS 用に借り出されてるからね。 SATA のドライバが当たるまでは拉致されているんだよ。なるほど。 PCI に挿したサウンドボードも存在するみたいだよ。ヤマハの YMF754 だからこれだよね。でも音は出てないのだ。 OS が PCI バスを認識してないからね。見つからないからドライバも当てられないんだよ。ダメなのだ。ちなみにオンボードのサウンド機能は無効にしてあるよ。どうせ使えないのが分かっていたからね。無効にすると IRQ や IO 空間の消費も減るんだよ。リソースの節約なのだ。ネットワークも認識しているみたいだよ。リアルテックの RTL8139、これも PCI に挿してあるよ。例によって使えはしないのだ。その下のは無効にし忘れてた内蔵の LAN ポートだよ。ドライバが見つからないことに定評のあるブロードコムのやつだよ。誰得なのだ。というわけでそろそろ今回のまとめだよ。2600K で Windows95 は動かなくはないんだよ。確かにインストールはできたのだ。 MS-DOS で問題になったのはメモリの容量くらいだよ。ハイメモ質のハンドル数を制限すればいいんだよ。 CD のドライバも必要だったのだ。それはいつでも必要だから大差ないんだよ。HCIO の C でドライバも探せばあるんだよ。
それは心強いのだ。 MS-DOS の環境さえ整えればインストールも可能なんだよ。最低限のデバイスは BIOS が用意してくれるからね。確かにインストール自体はスムーズだったのだ。問題はそこから先なんだけどね。確か起動しなかったのだ。メモリ搭載量が多すぎると起動しないんだよね。1GB あたりが限界だと言われているよ。そんな低容量のメモリは売っていないのだ。システム INI で認識するメモリを制限しないといけないよ。ファイルキャッシュのサイズ制限も必要なんだよ。それをしても動かなかったのだけど、 CPU クロックが速すぎても起動できないんだよ。 AMD だと 350MHz、 インテルで 2GHz くらいと言われているよ。なぜそんなに違うのだ。インテルの CPU はウェイトを入れてる説があるよ。試験で分かってたから先回りで対策してたんだとか。 AMD は対策していないのだ。状況を判断したりウェイト入れると遅くなるからね。性能競争で不利になるんだよ。つまり面倒だったのだ。要するに OS 側でパッチを当てて解決しろということだね。というわけで今回もパッチを当てたんだよ。確かにパッチを当てたら起動したのだ。この頃は好き勝手にファイルが上書きされるからね。その度にパッチを当てないといけないんだよ。それは面倒すぎるのだ。それから起動した後も問題なんだよね。 PCI Express に対応してないからデバイスが使えないよ。ほとんど何もなかったのだ。あったのは BIOS の CSM 機能で用意されたものだけだね。何も拡張してない PC80 みたいな感じだよ。互換機だから間違ってはいないのだ。 PCI Express は認識させないと話にならないんだよね。 PCI バスすらそこにつながっているから使えないよ。画面が狭くて色が変だし、サウンドも鳴らせないのだ。ディスクも MS-DOS 頼りで動作が微妙なんだよね。特に CD のロングネーム非対応が超困るんだよ。ファイル名が破壊されるのだ。一応ルール内の省略だから使えはするんだけどね。新しいから 1TXT みたいになるのが気持ち悪いんだよ。それはひどいのだ。というわけで何か解決策があったら続きを作るよ。チャンネル登録して楽しみに待っていてね。また見るのだ。